こんにちは、工芸てっちゃんです。今日の工芸てっちゃんがおすすめしますはこちら、スナップオンの100ギアのラチェットハンドルです。はい、ついにですね、スナップオンも小判型で100ギアのラチェットを出しました。今日はですね、こちらの商品の魅力をいつものように3つのポイントでご紹介します。まず1つ目は何といっても100ギアということですよね。100ギアのラチェットハンドル、従来の80ギアと比べてね、ちょっとね長めになっております。そしてやはり気になるのはギアの音ですよね。これがね100ギアの音。こちらが80ギアの音。若干違いますよね。好みがあるかと思いますが、こんな感じです。で、回した感じなんですけども、80ギアも100ギアもなんか細かさはそんなにね感じないです。多分狭いところで使った時にね、この振り角でその違いがわかるんじゃないかなと思いますけども、このね手で回した感じではあまり違いがね正直わからないと思います。興味ありますよね。100ギアね、一度ちょっと使ってみたいなというふうに思う方も多いかと思います。ポイント2つ目なんですが、ちょっとね薄くなってるんです。こちらが100ギア、こちらが従来の80ギアということです。こちらね、このようにして見比べると明らかにね100ギアの方が薄くなってます。ノギスで測りますと 23.65 そんな、厚みになっておりまして、従来の80ギアのタイプは25を超えてきますね。25. こちら6ぐらいですかね。それくらいの厚みになっておりますので、100ギアの方が薄くなっているということです。ギアが細かくなって薄くなっているというのはね魅力的じゃないでしょうか。そして最後ポイント3つ目、長さがちょっと長くなりましたが、ソフトグリップタイプもありまして、ソフトグリップと普通のポリッシュグリップの長さが同じになりましたということです。その大きさなんですけども、先ほどもね、紹介しました80ギアと比べてちょっとね長くなってますね。頭もね少しちょっと長くなりましたかね。ちょっとね長くなった感があります。100ギアのがねちょっと長くなりました。で、このソフトグリップと比べた時にこれね同じ長さになってます。従来の80ギアのスタンダードグリップとソフトグリップタイプですとこれだけのねハンドルの長さの差がありました。ですからこのポリッシュタイプは100ギアの方がちょっと長くなりまして、ソフトグリップタイプは今までのものよりもちょっとね短くなってます。ソフトグリップのデザインも変わりましたね。ポイント3つ目はですね、ポリッシュグリップとソフトグリップ長さが同じになりましたということです。そしてここのロゴですね、旧ロゴになってます。このロゴはですね多分こちらのねスタンダードのロゴに変わっていくんじゃないかなというふうに思いますが、入荷したのはこのような旧ロゴタイプになっております。
これ貴重になってくるのかなね。はい、いかがでしたでしょうか。100ギアのラチェットハンドルね。やっぱりさすがスナップオンですよね。いち早く出した80ギアに続いてですね、各メーカーが90ギアを出したらやはりやりました。100ギアということで、小判型で100ギアというのはね、とても珍しいと思いますし、さすがスナップオンだなというふうに思います。気になる方も多いかと思います。こちらの商品はですね、常時在庫はあるわけではないので取り寄せになることがあるかと思います。その時はお気軽にスタッフにお申し付けください。ということで、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは、スナップオンの100ギアのラチェットハンドルでした。